こんにちは、エマです。こんにちは、エマです。今日は JLPT-N2 の語彙の部分をみんなと一緒に解いていきたいと思います。では今日もこちらの画面を見ながら進めていきましょう。今日は問い6です。下線部の次の言葉の使い方として最も良いものを選んでください。という問題です。じゃあ1番から今日もスタートしていきましょう。じゃあ1番です。1番は会見という言葉。この使い方として一番合っているものを選んでください。じゃあ1番呼びます。明日バイトの会見があるので履歴書を準備しています。2番、友達を待っていたら突然声をかけられ、テレビ番組の会見を受けた。3番、今日は取引先の会社と会見があるのでみんな参加するように。4番、日本の大統領とアメリカの大統領が、本日の午後から会見を行う。これはどれが正しいですか？皆さんちょっと考えてみてください。わかりましたか？じゃあ答えからいきましょう。答えは4番になります。日本の大統領とアメリカの大統領が本日の午後から会見を行う。じゃあ、この会見というのはどういう意味ですかというと、これは時間や場所を決めて改まった形で会うことを会見と言います。まず時間や場所を決めます。そして、改まった形で会います。だから友達と会う時には使わないですよね。この4番のように、大統領同士が今日会えましょうというふうに決めて改まった形で会っていますから、これは会見を使ったんで OK ですよね。例えば1番だったら、明日バイトの会見じゃなくて履歴書を準備してるんだから、これは面接がいいよね。これは面接がいいね。じゃあ2番だったら、テレビ番組の会見を受ける。突然声をかけられました。すいません、ちょっとお話いいですか？これは会見じゃなくて、会見は場所とか決めないといけないから、この場合使えないよね。これはインタビューがいいですよね。インタビューを受けた。3番は、これは仕事の話ですから、会議とかがいいよね。OK。このように会見という言葉を使います。他にも例えば記者会見とかっていう言葉もありますね。日常会話で出てくる言葉ではあまりないんですけど、ニュースだったりテレビではよく出てくる言葉なので、ぜひ覚えておいてください。OK、じゃあ次2番行きましょう。2番は言い訳です。言い訳。これはどれが正しいでしょうか？ 1 番、今回のテストも赤点ばかりだったので、母に言い訳された。2番、わからないことがあると、田中さんはいつも熱心に言い訳してくれる。3番、最近彼は忙しいとか、疲れているとか言い訳をして全然会ってくれない。4番、私がどうして海外に行きたいのか、両親にきちんと言い訳したが理解してもらえなかった。さて、これはどれが正しいですか？じゃあまず、言い訳という言葉の意味を確認しましょうか。言い訳というのは皆さんどういう意味か知っていますか？これは自分がしたことの理由を伝えて、私は間違っていません。私は正しいんです。ということを説明することです。だから、ただ説明するんではないです。これは私が正しいんです。私は間違っていませんよ。と相手に説明するときに使います。この場合だったら、どれが言い訳ですか？これは3番になるよね。だから、忙しいとか疲れているとか、自分は悪くないですよ。自分は正しいんですよ。という
説明をして全然会ってくれないということなので、言い訳は3番です。だから言い訳っていうのはマイナスのことですね。良くないですね。あまりしない方がいいですよね。OK？ じゃあ次、3番行きましょう。とっくにです。とっくにというのはどういう意味になりますか？どれが正しいですか？ 1 番。木村さんならとっくに帰ったよ。2番。部長はとっくに来ましたよ。3番。今更持ってきてもとっくに遅いよ。もっと早く持ってきてよ。明日のコンサートとっくに楽しみだね。これはどれが正しいですか？じゃあ、とっくにという言葉の意味を確認しましょう。これはどういう意味かというと、ずっと以前とか、すでにとか、その動作とか行為が終わって、かなり時間が経っている状態のことを表します。OK？ なので、まず絶対4番は違うね。とっくに遅いよ。今更持ってきてもとっくに遅いよ。これもおかしいね。使えないね。なので、1番か2番だけど、どっちになると思いますか？とっくに帰りました。とっくに来ました。どっちも、なんか正しそうですよね。これ、正解は、1番になります。どうしてかわかりますか？とっくりというのは、ずっと以前にとかすでにっていう意味なんだけど、それだったら2番でも OK な感じがしますよね。もうすでに来てましたよという言葉に言い換えることができるので、入りそうなんですけど、気をつけてほしいのが、これは状態を表す言葉です。なので、来るというのは来ました、来たというのは、例えば過去のここの場面ですよね、来た。これは出来事なので、状態じゃありません。なので、この来ましたという言葉ととっくにという言葉はセットにすることはできません。例えばこれを来ました、来ていました、ている形にします。来ています。これだったら状態になるよね。なので、これだったら使うことができます。例えば、部長はとっくに来ていますよ。これは OK。どうしてかというと、状態だから。ずっと以前に来て、それが続いている状態なので、これは使うことができます。とっくに帰ったよというのも、これは帰ったという状態が続いていますよね。なので、これは1番が正解になります。OK？ ちょっと難しいんですけど、とっくにというのは状態を表す言葉になります。なので、この出来事に関しては使うことができません。OK？ 例えば、その話はとっくに知っていました。これも知っていました。ている形なので、その状態が続いていますよね。とか、田中さんが明日東京に行くというのはとっくに話してありますよ。これも OK だよね。話してあるというのは話しました。その状態が続いています。なので、これも状態だから使うことができます。OK？ このように使うことができます。結構便利な言葉なのでよかったら覚えておいてくださいね。じゃあ次4番行きましょう。問い合わせるです。1番、数学の問題がわからなかったので、田中くんに問い合わせてみよう。駅で友達を待っていたら、外国人にチケットの買い方がわからないと問い合わせがあった。3番、英単語の意味を電子辞書で問い合わせた。
4番、パソコンの調子が悪いので、お客様相談室に問い合わせることにした。これは、どれがいいですか？問い合わせるっていうのは簡単に言ったら聞くことですよね。何かわからないことを相手に聞くときに使う言葉なんですけど、聞く相手はどんな人ですか？問い合わせるというのは、例えば家族とか友達とか、先輩に使いますか？これは使えないですよね。問い合わせるというのは、例えば業者とか、団体とか、会社とか、あとは、会社とか、お店ね。会社、お店とか、組織とか、そのような場所に聞くことを問い合わせると言います。なので、田中くんには使えないし、外国人が私に問い合わせる。これも使えないし、辞書で問い合わせるも使えないので、答えは4番ですよね。お客様相談室に問い合わせる。OK。問い合わせるというのは分からないこととか不明なことを相手に尋ねるとき、相手に聞いて確かめるときに聞く言葉なんだけど、これはさっきも言ったように、友達とか家族とかには使えません。業者とか団体とか、お店とか、組織に対して使います。OK？ OK。じゃあ次。今日はラストです。5番行きましょう。5番は引用という言葉です。これはどのような使い方をしますか？ 1 番、レポートで作者のインタビューの記事の一部を引用した。2番、先輩は話が上手なので、先輩の話し方を引用した。3番、お母さんのハンバーグの作り方を引用して作っている。4番、銀行で10万円引用してきてくれない？これはどうですか？どれが正しいですか？まず、引用というのはどういう意味ですか？これは、人の言葉とか文章を自分の話とか自分の書く文章の中に取り入れることを表す言葉です。主に、文章の中に取り入れるときによく使えますね。人の言葉とか、あと文章を自分の話や文の中に取り入れる。だからこれは真似をするという意味ではなくて、そのままその言葉とかその文章を取り入れることを引用と言います。なので、まず、これは真似という言葉にした方がいいので、2番は違うよね。先輩は話が上手なので、話し方を真似する。例えば、先輩の話した内容を引用した。だったら OK だけど、話し方なので、これは引用という言葉は使うことができません。じゃあ3番は、これも真似という言葉がいいよね。真似して、引用は使えないよね。で、4番も、これは使えないよね。この漢字は確かに使えそうだけど、この場合だったら引き出すがいいよね。引き出す。引き出してくれない？ということで答えは1番ですよね。このレポートの時によく使います。レポートを書くときに、例えば、小説の一部を引用するとか、研究者の研究内容の一部を引用するとか。このように、人の言葉とか文章を自分の話の中とか文の中に取り入れるときに使います。
主にレポートの中に取り入れるときによくこの引用という言葉を使います。なので日本の大学とかに進学する人はこの言葉をよく使うと思います。日常会話ではあまり使うことはないと思うんですけど、覚えておくといいと思います。OK？ どうですか皆さん、今日は全部答えられましたか？はい。では今日はこれで授業終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。どうですか今日は。難しかったですか？簡単でしたか？またね、JLPT-N に合格できるように一緒に勉強していきましょうね。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。今日の動画がまた面白かったな、ためになったなと思っていただけたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。ではまた、こちらのチャンネルでお会いしましょうね。いつもありがとうございます。さよなら。またねー。